俺が6歳の時に、両親は交通事故で亡くなった。母方の祖母に引き取られた俺は、田舎で小さな畑を耕しながら暮らしている祖母のもとで大きくなった。悲しくて辛くて、ほとんど外に出ようとしない俺をそっと見守りながら、祖母は根気よく俺の面倒を見てくれた。貧しい暮らしだったが、明るくて優しい祖母のおかげで、俺は成長することができた。おもちゃなんて何も買えない生活だったけれど、紙と色鉛筆があれば平気だった。俺は絵を描くことが大好きだったからだ。田舎の風景、海に沈む夕日、満天の星空、対象には困らなかった。けれど、描いていて一番楽しいのは祖母の姿だった。俺は毎日飽きもせずに祖母を描き続けた。たかしは本当に絵が上手だね。ばあちゃん、こんな美人さんに描いてもらって嬉しいよ。僕、大きくなったら絵描きさんになれるかな。もちろん、日本一の絵描きさんになるよ。祖母の言葉は魔法のように響き、俺はいつしか画家になることを夢見るようになっていた。だけど、17歳の高校2年生の夏、祖母は帰らぬ人となった。入院してわずか半年の出来事だった。東京の美大に進むつもりだった俺だが、金銭的な理由もあり、就職することに決めていた。働いてばあちゃんに楽をさせてやるつもりだったのに、こんなにあっけなく言ってしまうなんて。涙をこらえながら俺は遺品の整理をしていた。箱の中に俺が描いた絵が何十枚もしまわれているのを見つけて、また涙が溢れてくる。その時、箱の下に銀行通帳があるのを見つけた。名義が俺の名前になっている。開けてみると、200万円という数字が目に飛び込んできた。200万？いつの間にこんな。通帳から何かが落ちて拾うと、それはばあちゃんの手書きのメモだった。たかしへ、大学に行くこと、それがばあちゃんの遺言です。俺はとうとう声を上げて大泣きしてしまった。どれほど長い時間をかけて貯めてくれたのだろう。ありがとう。ごめん、ばあちゃん。通帳を握りしめて俺は泣き続けた。ばあちゃんのおかげで東京の美大へ進めた俺は、ボロアパートで一人暮らしを始めた。学費は奨学金と併用すれば、ばあちゃんが残してくれたお金で十分だったが、生活費は自分で稼がなければならない。時給のいい夜の仕事を探し、バーで働き始める。田舎育ち、しかも貧乏な俺は、先輩たちからは当然のように笑われ、カクテルの名前を覚えるのも大変だったが、知らない世界を知ることができて楽しかった。おいばあさん、勝手に持っていくなよな。裏の路地から店長の声が聞こえてくる。見ると毎日店のゴミ箱から空き缶を拾っていくおばあさんがいた。どうせ捨てるんだろう？だったらいいじゃないか。毎晩あんたみたいなホームレスにうろつかれたら迷惑なんだよ。誰がホームレスだい？若造が生意気言うんじゃないよ。なんだと？俺は慌てて二人の間に入った。まあ、いいじゃないですか、店長。ゴミ業者さんだと思えば。ね。ちっと舌打ちをして店長が店に戻る。やれやれと俺はおばあさんに向き直った。殴られたらどうするんだよ。口は災いのもとだぜ。
おや、若いのに難しい言葉を知ってるじゃないか。口の達者なばあさんだなと思いながら、俺は袋に空き缶を入れるのを手伝ってやった。明日から毎晩ここにまとめて置いといてやるからさ、こそっと持っていきなよ。おばあさんは俺の顔をじっと見つめて、今時珍しく親切な子だね、と感心したように言った。にこりと笑ったその顔が死んだばあちゃんによく似ていて、俺は懐かしさで胸が苦しくなる。その日から毎晩そのおばあさんと話をするようになった。店長はいい顔をしなかったが、俺はラストまで勤務できる貴重な人材なので見逃してくれている。そのうちおばあさんは俺の休憩時間を狙ってくるようになった。バイト仲間には、たかし変わった趣味してんな、タイプかよ、と言って笑われたが、このおばあさんと喋っていると、ばあちゃんを思い出して心が温かくなるのだ。缶コーヒーを差し入れてあげると、小さなシワだらけの両手で大切そうに缶を持ち、ふうふうと息を吹きかける様子は、本当にばあちゃんそっくりだった。それじゃあ、あんたは将来絵描きになるのかい？ある日、俺の生い立ちを聞いてきたおばあさんに、いろいろと話をしていると、そう聞かれた。なりたいけど、どうかな。大学を卒業しただけじゃ厳しいからね。どういうことだい？みんな海外で勉強するんだよ。俺にはとてもそんな余裕はないから。慣れても美術教師くらいかな。やる前から諦めてどうするんだい？ぴしゃりと言われて、俺は笑った。そうだな。今さ、絵画展に出す絵を描いているんだけど、それでスポンサーがつけば夢が叶うかもしれない。そうかい、頑張りな。あんたみたいないい子には神様がついてるさ。いい子と子供のように言われて、なんだか照れくさかった。休憩が終わる時間だったので、俺はおばあさんに手を振り、店内に戻った。その頃の俺は、授業とバイト以外の時間はすべて出品する絵の制作に費やしていた。懐かしい田舎の風景の中に佇むばあちゃんを描いているのだが、だんだん空き缶のおばあさんに似てきたような気がしてくる。記憶の中の姿より、現実に目にする姿の方に偏ってしまうのは仕方ないのかもしれない。でも俺は嫌な気持ちはしなかった。慣れない東京での暮らしで、あのおばあさんと話している時だけは心が穏やかになるからだ。マザコンならぬババコンだな。そう思って一人で笑った。3ヶ月をかけて作品は完成し、無事出品も終わった。晴れ晴れとした気分でバイトに出かける。金曜の夜は特別忙しくて、ようやく休憩をもらえた。いつものように裏口から路地に入ると、おばあさんが地面に座り込んでいる。どうしたの？気分でも悪いの？しゃがんで顔を覗き込むと、おばあさんは真っ青な顔をして胸を押さえていた。苦しいの？大丈夫？肩を抱くと、うーとうめき声を漏らして、俺に向かって倒れかかってきた。店長、救急車呼んでください。裏口から叫ぶと、店長が面倒くさそうに顔を出して、アホかお前は、そんなもんほっとけ、と言った。俺はカッとなって、何言ってんだ、と叫ぶと、おばあさんをおぶって走り出した。店長の怒鳴り声が聞こえたが無視する。この近くに大きな総合病院があったはずだ。田舎育ちで鍛えた足で俺は全力で走った。おばあさんをおんぶして病院へ駆け込んだ俺を見て看護師さんが走り寄ってきてくれた。
すぐにストレッチャーに乗せられて処置室に運び込まれる。安心した俺は待合の椅子に崩れるように座り込んだ。全身から汗が噴き出し、背中に張り付いたシャツの感触が気持ち悪い。しばらくそうして座っていると、受付の女性とおぼしき制服を着た人が近寄ってきた。患者さんはお身内の方ですか？聞かれて俺は首を振る。いえ、ただの知り合いです。そうですか。ではご家族に連絡しますね。微笑んでお辞儀をすると、女性はカウンターの中に戻っていった。俺、あのおばあさんの名前も知らないや。おばあさん、家族なんているのかな。胸に不安が膨らむ。空き缶を拾って生活しているようなおばあさんに家族がいるとは思えなかった。そうなれば治療費は誰が払うんだ？俺、財布持ってきてねえや。とにかく財布を取りに帰ろうと思い立ち上がった。その時、治療室から看護師さんが出てきた。おばあさんは？大丈夫ですよ。軽い発作のようで、今は点滴をして眠っています。そうですか。よかった。心から安心してほっとため息をついた。財布を取りに帰ることを伝えると、看護師さんが、その必要はないですよ、と言った。ご家族に連絡が取れましたから、もうすぐ息子さんが来られます。え、そうなんですか？拍子抜けした。家族なんていないと思っていたからだ。息子さんが来てくれるなら、もう大丈夫だろう。そう思い、俺は眠っているおばあさんには会わずに、店に戻った。その後、俺はクビになった。まあ当然だ。怒り狂った店長に何度も頭を下げたが、許してもらえず、新しいバイトを探している。店をクビになったせいで、あのおばあさんともあれ以来会えずにいた。いつかこっそり裏口の路地に会いに行こうかなと思ったが、今は新しいバイトを見つけることが先決だった。何しろ生活がかかっているのだ。ネットの求人情報をあれこれ検索するが、なかなかいい仕事が見つからなかった。バーをクビになって2週間が過ぎた。授業が終わり、帰り支度をしていると、ゼミの教授が講堂の入り口から大声で俺を呼んでいる。なんだと思い近づいた。すごいぞ、加藤。興奮した様子の教授が俺の背中をバシバシ叩く。どうしたんですか？いつもは厳しい教授とは別人のような笑顔に不気味ささえ感じる。絵画展に出品していたお前の絵、売れたぞ。しかも買い手は東雲グループの会長だ。俺は唖然とした。東雲グループといえば、日本でも屈指の大企業だ。その会長が俺の絵を？信じられなかった。しかも買い取り価格は1000万だ。声を潜めて教授が言った。俺は今度こそぶっ倒れそうになる。ぜひお前に会いたいと言っているそうで、大学に連絡があったんだ。来週の日曜日に本社に行ってこい。本当に？よかったな、加藤。よかったな。教授が涙を流さんばかりに喜んでくれたが、俺には現実感が全くなかった。これは夢だ。そうでなきゃ奇跡だ。信じられないままに約束の日が来て、俺は一張羅のスーツに身を包んで本社を訪れた。吹き抜けの巨大な天井を見上げていると、女優さんみたいに綺麗な女の人が現れて、最上階の会長室まで俺を案内してくれた。お連れしました。
どうぞ。ごくりと生唾を飲み込み部屋に入る。中央に置かれた豪華なソファーに高齢の女性と50歳くらいの男性が座っていた。近づいていくと、大理石とおぼしきテーブルの上に俺の描いた絵が載っていた。女性がゆっくりと立ち上がり、俺を見た。あなた。思わず女性を指さしてしまう。ニコニコと笑っているその人は、あの空き缶のおばあさんだったのだ。どう？驚いた？ドッキリが大成功して嬉しくてたまらないといった感じでおばあさんが笑った。え？すまない、驚かせてしまったね。まずは座ってください。男性に言われて、俺は2人の向かい側に座った。何度見てもやっぱり目の前にいるのはあのおばあさんだ。改めまして、私、東雲初江と申します。こう見えて、一応東雲グループの会長をしております。息子の大地です。社長をしております。まだ言葉が出てこない。会長？空き缶おばあさんが東雲グループの会長？この度は母を助けていただき、本当にありがとうございました。お礼を言うのがすっかり遅くなってしまい、申し訳ございません。社長が丁寧に頭を下げた。それでもまだ俺は信じられないでいた。何か言わなければと思い、一番気になっていたことを口に出した。なんで空き缶拾いなんて。会長が声を上げて笑った。そうよね、不思議よね。私は戦後の大混乱の中で女一人で3人の子供たちを育てたの。空き缶を拾ってそのお金をもとにして小さな店を始め、それが今の東雲グループの基礎なのよ。だから空き缶拾いは私のライフスタイルなの。死ぬまでやめないわ。いくら言っても聞かないんで困ってるんですよ。加藤さんにもご迷惑をおかけしたようで申し訳ない。あら、おかげでこうして出会えたのよ。空き缶様々だわ。再び会長が笑う。ようやく少しだが事情が飲み込めた。加藤さんの絵を買ったのは本当に偶然なの。そう言って会長は話し始めた。絵画展を見に行ったのは俺の絵を見たかったからだそうだ。けれど俺の名前を知らなかった会長は、どれが俺の絵なのかわからない。どれかなぁと想像しながらあれこれ見ているうちに、一枚の絵に釘付けになったそうだ。テーブルに置かれた俺の絵を指さし、会長が聞いた。これ私じゃないの？あ、いや、そうですね。おばあさんかもしれないです。かもしれないとはどういうこと？私は一目見て私だと思ったんだけれど。最初は亡くなった祖母を思いながら描いていたんです。でも途中からおばあさんそっくりになってしまって。だからその絵はやっぱりあなたの絵だと思います。でしょう？私一目見て心が震えたわ。どうしても欲しくていろいろ調べたのよ。そしたら加藤さんの絵だって分かって、もう感動したわ。会長は両手を合わせて興奮した様子だった。こんなに素敵な絵を見たのは初めてよ。しかもあなたが描いたものだったと分かり、本当に嬉しかったの。ありがとう。そこで俺は思い出した。この絵は1000万円で買い取られたのだ。そう言ってくださるのは嬉しいですけど、1000万は高すぎます。受け取れません。当然の報酬です。それを持って海外へ行きなさい。いきなり言われる。加藤さんには才能があります。1000万は東雲グループが未来へ行う投資です。それでもっと勉強して一人前の画家になって帰ってきてちょうだい。毅然とした態度で言い切り、
会長はいつものおばあさんの笑顔に戻って続けた。こう見えて人を見抜く力はあるつもりよ。あなたはきっと素晴らしい画家になるわ。東雲グループはいつまでもあなたをバックアップします。言うと右手を差し出した。加藤さんが帰ってくるまで元気に空き缶を拾って待ってるわよ。俺は会長の手をそっと握り返した。温かな手のぬくもりを感じて、これが夢ではないのだと改めて思った。その後、大学を卒業した俺はフランスへ向かった。二人の大切なおばあちゃんに感謝して、きっと一人前の画家になって帰ってくると心に誓って飛行機に乗った。俺が描いたあの絵は会長室に大切に飾られている。